皆さんお疲れ様です。株分析作業員ののんびりです。本日は最新決算を発表したばかりの JR 西日本の電場を点検していきます。大阪・関西万博の恩恵を受け、なんと過去最高の売上と利益を叩き出した絶好調の企業です。しかし実はその裏に大きな罠も隠れていますので、しっかりと隅々まで点検していきますよ。本日も最後までご安全に。まずは初動点検です。のんびり点検シートを見ていきましょう。この銘柄の基本スペックをサクッと確認します。配当利回り、最新決算での増配発表により現在の株価ベースで実質 3.4%、 合格です。 ROE 稼ぐ力は 10.8% で基準クリア、合格です。自己資本比率、倒産しにくさは 30.3% で 50% を下回るため、ここは注意です。配当成功、利益に対する配当の割合 35.1% で無理のない高水準、合格です。補足、本業で稼いだ現金を示す営業キャッシュフローは3616億円のプラスと、しっかりと現金を稼ぎ出しています。次に事業内容の点検です。この会社がどうやって利益を上げているのか、稼ぎの柱を見ていきましょう。売上の約 60%、1兆1556億円を占める圧倒的な柱が鉄道やバスなどを担うモビリティ業です。続いて駅ビルやホテルなどを運営する不動産業が 15.5%、 2857億円、駅中店舗などの流通業が 12.6%、 2326億円と続きます。鉄道で人を運び、その駅の周りの不動産や店舗でお金を落としてもらうという非常に強固で無駄のないビジネスモデルですね。続いて過去5年間の業績のトレンドを確認します。コロナ禍での直撃を受けた2022年3月期は1190億円という痛ましい営業赤字を出してしまいました。しかしそこからの V 字回復が見事です。現場のコスト削減努力とインバウンド需要の回復、そして最新の2026年3月期では大阪・関西万博の効果が重なり、売上高1兆8458億年、営業利益1981億円と、見事に5期連続の増収増配で完全にたくましい姿を取り戻しましたね。次に財務の深掘り点検です。会社の台所事情を覗いてみましょう。総資産は3兆9867億円と非常に巨大ですが、手元の現金・現預金は1811億円です。一方で銀行などから借りている有利子負債、借金は1兆6264億円と、かなり重たいリュックサックを背負っている状態です。倒産しにくさの指標である自己資本比率は 30.3% となっています。鉄道という巨大なインフラ設備を維持するためにはどうしても借金が多くなりがちですが、本業で年間3600億円以上の現金を稼ぎ出しているため、すぐに資金ショートするような心配はありません。続いて還元姿勢の点検です。配当金は赤字時代でも50円を死守し、そこから 62.5 円、71円、84.5 円、そして最新決算では 97.5 円と力強い増配を続けています。さらに会社は配当成功 35% 程度という目安に加え、長期的に安定した配当を出すための DOE 株主資本配当率 3.5% 程度という目標を掲げています。業績の波に左右されず、株主にしっかり報いようとする誠実な姿勢が伝わってきますね。さらに最新のニュースも見逃せません。JR 西日本は2030年に向けた新しい中期経営計画を発表し、 JAL、ANA という航空業界のライバルと連携して西日本エリアの周遊を強化する協定を結びました。ただ注意点もあります。次期2027年3月以降の予想は万博効果の反動減や物価高騰を考慮し、営業利益1650億円への減収減益を見込んでいます。最後にチャート需給点検です。現在の株価は 2831.5 円付近で推移しています。高決算ですが時期が減益予想であることから上値が重たい展開です。そして一番の注意点は信用倍率です。なんと
92.51 倍という異常に高い数字になっています。これは借金をしてでも株を買って値上がりを待っている人が320万株も貯まっているということです。株価が上がろうとすると、この人たちがやれやれと売ってくるため、なかなか株価が上がりづらい重たい状態と言えます。最後にのんびりの判定です。 JR 西日本は業績は過去最高で、配当の増配傾向や DOE 導入など中長期で持つには非常に有料な企業です。しかし次期の現役見通しと信用倍率92倍という強烈な重しがあるため、今すぐ飛びつくのは少し危険です。株価が大きく下がったタイミングで長期的な配当を目的としてじっくり拾っていくのが安全な戦略だと判断します。皆さんはこの銘柄どう思われましたか？ぜひコメント欄で皆さんのご意見お聞かせください。今回の点検が少しでも参考になったら、忘れずにいいねとチャンネル登録、それと新機能のハイプボタンをよろしくお願いします。皆さんの応援が私の日々の点検作業の励みになります。この銘柄も点検してほしいというリクエストもコメント欄で随時受け付けていますので、ぜひ教えてくださいね。それでは皆さん、本日もご安全に。